ガラスの素材自体は冷たいとか硬いとかそういう印象を持ちがちなんですけど、光が入ったらすごくその印象がガラッと変わる、表情の変化っていうのが私の中ではステンドグラスの魅力の一つじゃないかなと思ってます。福岡市でステンドグラスのアトリエをしている中村と申します。フランスのノートルダム寺院で見たバラ窓と言われる丸いステンドグラスがあるんですけど、それを見た瞬間に時間を忘れるほど見とれてしまって強烈な印象を受けたのがステンドグラスとの出会いです。かなり真剣に考えた結果出した答えでもあったし、志みたいなのが結構しっかりあったので、そこは向いてる向いてないを抜きにして、これで私は食べていきたいっていう希望で動いていた感じがします。自分は一体何をして生きていきたいのかなっていうのを真剣に考えることがあって、でその時にものづくりがしたい、職人さんになりたいと思って、であと子どもの時にそのガラスの素材が好きだったのと、ノートルダム寺院で見た感動を覚えたステンドグラスを思い出して、それからステンドグラスの道に進むようになりました。カナダに留学した時は英語も喋れない、向こうに行っても誰も知り合いがいないという中で、1年間何かしらいろんな経験をして得るものがあれば、戻ってきた時に今後の自分の糧になるし、何かしら自信につながるんじゃないかなという挑戦でもあったんですけど、結果第二の師匠となるようなステンドグラスのアーティストとの出会いだったりとか、新しい技術の取得だったりとか、あとは志さえ持っていればなんとかなるっていう経験とか、自分が想像してた以上な経験をさせてもらうことができて、なので自分の原動力の根本にあるものはそういう経験から影響を受けることがすごく大きいんじゃないかなと思います。
客様からご依頼を受けて作る作品に関しては、そのお客様がどういうものを求めているのかとか、どういうことが好きだったりとか、お話を聞く中でふと頭の中にイメージが大まかに浮かび上がってくるのがほとんど。自分の思いとかメッセージを込めたような、本当に自分が好き勝手に作れるような作品については、本を読んでいたりとかインテリアの雑誌を見ていたりとかした時に、こういうの作ってみたいなとか、思うことが多いかもしれないですね。
そんな精神的になんか大変とはあんま思ってなくて、それよりもそのお客様がイメージされるものと自分がこう提案するものがなかなか一致しない時っていうのが悩んだりしますね。今までのお仕事全て大切だったし、一つ一つがすごく思い入れがある仕事なんですけど、その中でも教会のお仕事っていうのはもともとステンドグラスの発祥が教会っていうのもあって、ご依頼いただいた時にはすごく嬉しかったですし、作らせてもらったことにはすごく感慨深いものがあります。広めるというよりは、目にしてもらいたい、触れてもらいたい、このステンドグラスの光の魅力を感じてもらいたいというのがすごくあるので、そういう意味ではその人が集まる施設とか、商業施設、大きな作品を収めていきたいという目標はずっと持ってます。
上どうですか？それ大丈夫？上大丈夫。下からいかないかはめてます。で、そのままスライドさせて、はい。開いた。入りました。入った。いいですね。本当にイメージ通りの作品ができて本当素晴らしいなと思いますし、多分今までの作品よりも結構大きく作ってもらったので、また患者さんが見に来られて多分薬局の象徴というかそういったところにもなっていくのかなと思いますので、はい、また患者さんにこう見てもらうのが楽しみだなっていうようなところです。私がそのノートルダム寺院で受けたような心の底から感じる感動を与えられるような作品を作りたいなと思います。自分の世界の中にステンドグラスが入ってくると、亡くなった時にものすごく心が寂しいなと思うぐらい、このステンドグラスって心に与える影響が強いので、触れてみて感じてもらいたい